今日は薬学生の就職活動をお助けいたします。ようこそ、薬剤師のオフィスへ管理人のハービーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回の動画では就職活動における優先順位についてお話しします。6年生薬学部であれば4、5年生の時に大きなホール、体育館みたいなところで行われるインターンシップに行くことがあると思うんですけど、あそこでは数多くの会社さんからメリットを聞きすぎて、逆に自分の職場選びがわかんなくなってしまったことってありませんか？ありますよね。僕もそうでした。当時は悩み抜いて自分の職場を選んだんですけど、最終的に僕が思ったのが、就活において大事なのは自分の優先順位を鼻から固定しておくことだと思ったんですよね。なので今回の動画では、もし自分が来年新卒薬剤師だとしたらこういう会社を選ぶだろうなっていう条件をお示しします。動画の流れなんですけど、僕の観点から職場選びのための優先順位を思いつくだけ8つぐらいかなご紹介しまして、最後に就活においてはこれだけはやってほしくねえなっていうのが1つあるんで、これもお伝えします。要所要所で薬学生の方、もしかしたらこの言葉の意味履き違えてるんじゃないかなっていう就活ワード、僕思い当たる節がありますので、それについても触れさせていただこうかなと思います。この動画を通して薬学生の就職活動に少しでも貢献できれば僕は嬉しいです。本日も全力で動画作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark?それでは早速中身に入っていきたいんですけど、一つ目ですね、職場の優先順位、一つ目が年収でございます。やっぱり皆さん、お金って大事ですよね。そうですよね。で、これ具体的な額申し上げると、500万円以上あれば、新卒薬剤師の方は本当に十分なんじゃないかなと思います。当時の僕はこの500万円っていう値を基準にしていて、薬剤師として就職したかったんですけど、この基準からですね、病院っていう選択肢がなくなりましたね。僕の就活している時は行きたい病院の月収とかが22万とか23万だったんで、それを考えると500万円以上に遠く及ばないということで病院の選択肢をなくしていた記憶がありますね。で、ここで就活でよく耳にするボーナスについてお伝えするんですけど、お伝えしたいこと2つありまして、一番最初のボーナスはフルボーナスがもらえないということ、ボーナスに反映されるのは基本給であるということを皆様覚えておいてほしいです。まず1つ目なんですけれども、ボーナスって基本的に夏と冬で1年に2回もらえるんですけど、それぞれの評価って上半期下半期の半年間の期間なんですね。で、皆さん就職されるのって4月じゃないですか。で、4月ということはその年の1から3月は働かれてないですよね。なので最初の夏のボーナスに関しては6ヶ月の半分、3ヶ月分の評価が反映されますので、ボーナスは額面の2分の1になっているんじゃないかなと思います。ボーナスがもらえるだけありがたいんですけれども、ここはね、最初から意識しておいた方がいいんじゃないかなと思います。そして2つ目のボーナスに反映されるのは基本給っていう話なんですけど、基本的に月収っていくつかの分野に分かれていて、基本給とその他の手当に分かれてるんですよね。極端な例で言うと、募集要項の欄にボーナスが6ヶ月分って書いてあると、6ヶ月分もらえるのめっちゃいいじゃんってなるじゃないですか。ただ月収の30万円のうち基本給が15万円しかなかった場合は、それってボーナスの合計は90万円になってくるんですよね。なのでそのボーナスに反映されるのが、基本給っていうことを覚えていた方が、ある程度自分の年収を計算しやすいんじゃないかなと思いますので、ここも皆さん気をつけてください。ということで職場の優先順位1つ目が年収に関してでした。それでは次なんですけど、またお金の話になってしまうんですけれども、2つ目ですね、職場の優先順位2つ目が家賃補助になりますね。これは特に一人暮らしをしたい方には大事な要素になってくるんじゃないかなと思うんですけど、家賃補助の中にもいろいろ種類があって、大手の調剤薬局さんだと家賃を7、8割負担しますよみたいのってあるじゃないですか。あれって大体の場合は大手会社さんがマンションを一棟買いして会社の持ち物のところに住むのであれば7、8割家賃を負担しますよっていうルールなんですよね。気にならない方は大丈夫だと思うんですけど、僕の場合は、知らない人であっても住人がね、同じ会社の方っていうのはちょっとなんか気に障るというか気になるなっていう、感触がありますので、できれば自分の好きなところで住める方がいいかなと僕は思うんですよね。あとは家賃補助のところで最大何万円まで負担みたいな記載ってあると思うんですけど、あれって詳細読んでみるとその最大額が出るのは、例えば寒い地域、寒冷地帯の手当がついてる場合であったり、家賃が安すぎると最高でその家賃の3割ぐらい
しか出しませんよみたいなルールになってたりするので、その最大何万円っていうのを使えないケースが多かったりするんですよね。このように条件付きの家賃補助に関しては詳細を細かくね確認していただいた方がいいんじゃないかなと思います。ということで2つ目が家賃補助に関するお話でした。それでは続いて3つ目ですね。職場の優先順位3つ目が場所を決めるということです。これは住む場所も働く場所も人によっては重要な要素になってきますよね。僕の場合は都会で働きたいっていうのがあったんですよ。で、調剤薬局の場合だと大手の会社さんとかっていくつかのコースに分かれてるじゃないですか。実家が良いコース、県内コース、あとは地方に行くコースってあると思うんですけど、この順番に月収が変わったりするんですけど、で、これを考えちゃうと先ほどの優先順位の年収を満たすのは地方に行かないと、ダメになってたような気がするんですけど、今どうなってますか？わかる方いたらコメント欄で教えていただきたいんですけど、当時ね、それで僕は大手の調剤薬局はちょっと難しいかなってなって中小一択になりましたね。ドラッグストアの場合だとどうでしょうか？月収が比較的高いと思うんで、都会で働いたとしても年収は500万超えるんじゃないかなと思うんですが、自分のプライベートをね充実させるためにもこの場所を選ぶっていうのは重要な要素になってくるんじゃないかなと思います。ということで職場の優先順位3つ目が場所の選択でした。それではどんどん参ります。4つ目です。職場の優先順位4つ目が研修制度の有無ですね。これよく会社のアピールポイントとかにもなると思うんですけど、僕からすると研修制度あってもなくてもどっちでもいいかなっていう感覚ですね。その研修制度の質にもよると思うんですけど、僕が社員の時研修あったんですよ。ただ自分の身になったかっていうと、そんなに貴重な体験っていうのはできなかったなっていう感覚ですね。就活生の方はこの研修制度を気にされる方結構いると思うんですけど、学ぶ意欲がある人は自分から学んでると思うんで、研修がなくてもいいんじゃないかなっていうのが僕の中にあります。もちろんね、教えてくれる先生的な存在の方がいた方が学べるよっていう方はそっちの方がいいと思うんですけど、そこまで研修制度の有無にこだわる必要はないんじゃないかなっていうのが僕の正直な意見ですね。ということで職場の優先順位4つ目が研修制度の有無でした。それでは続いて5個目ですね。職場の優先順位5個目が休みの取りやすさになります。これは副業している方とか趣味がある方に対してはすごい重要な要素ですよね。僕もこうやって動画編集を休みの日にやりたかったりするんで、休みはすごい見てましたね。有給消化率とか年間休日見てました。年間休日に関しては120日以上ある会社であれば自分の時間ある程度取りやすいんじゃないかなと思います。有給消化率については会社のホームページの数字だと僕は更新されてなかったりして少し疑っているところがありますので、店舗見学に行った時とかに現場にいる薬剤師さんに有給とか取りやすい環境ですかと質問するようにしてましたね。で、この休みのところで就活ワード1個出てくるんですけど、週休2日制というところですね。これ皆さん聞くと週に2日間休みがあるっていうことでしょって思われる方いらっしゃると思うんですけど、これ全然違くて、正しくは週休2日制は週に2日間の休みのある週が1ヶ月間の中に1回以上あればいいんですよ。つまりどういうことかっていうと、毎週2日以上の休みはないということなんですよね。で、この毎週2日以上絶対休みがあるっていうのは完全週休2日制っていうね制度なので、ちょっとこれ日本語がややこしいんですけれども、皆さん間違えないように覚えておいてください。ということで職場の優先順位5個目が休みの取りやすさでした。続きまして6個目なんですけど、この6個目に関しては僕としては割と重要な要素ですね。職場の優先順位6個目がスーツ着用の有無でございます。皆さんどうですか？社会人になったらスーツ着るの当たり前だと思いますか？僕はスーツ全然着たくないんですよスーツを着るとデメリットが僕3つあると思ってて、朝の支度がまず遅くなるっていうのと、スーツって定期的にクリーニングに出さなきゃいけなかったりするじゃないですか。なのでお金がかかるということ。あとは何せ通勤の時にスーツを着てる方が多い中、自分は私服で行けるという優越感があるんですよね。スーツを着ないだけで意外と働く朝のねモチベーションっていうのが上がってくるんじゃないかなっていうのは僕の中にありますね。着心地がいいね服っていうのは僕は好きだったりするんで、スーツは着たくないんですよね。ということで職場の優先順位6個目がスーツ着用の有無でした。それではラストスパート7個目ですね。職場の優先
先順位7個目がヘルプに行きやすい環境が整っているかどうかでございます。で、このヘルプに行くことに関しては本当にもう全員の薬剤師さんがやった方がいいんじゃないかなと思いますね。一見これを聞いてしまうと人が足りてない会社でブラックじゃないですかって思われる方もいると思うんですけど、確かにその状況は辛いと思うんだが、ヘルプの経験を積むことは何よりも僕は大事だと思います。身をもって感じていることがあって、僕は薬剤師2年目までに10店舗ぐらいの薬局を経験したんだけれども、その経験があるからこそ自分が転職した時に強いんですよね。例えば自分がね、一番最初に入った会社を辞めて派遣薬剤師をやろうってなった時に、担当者さんから今まで経験してきた診療科を問診で聞かれることとかってあったりするんですよ。それによって自分の案件が減ってきちゃったりする可能性もあったりするので、若いうちにですね、ヘルプに数店舗経験しておくってことは僕は大事なんじゃないかなと思います。数店舗とか数十店舗以上ある薬局の方が、ヘルプに行きやすい環境が整ってると思うんで、そこ店舗の位置関係とかもね、確認していただくのがいいんじゃないかなと思います。ということで、職場の優先順位7個目がヘルプに行く環境が整ってるかどうかということでした。それではこれで優先順位最後になります。職場の優先順位8つ目が現場の業務が効率されているかどうかでございます。やっぱり日々働いている中で効率が悪かったりするとイライラするわけなんですよ。1日だけでは耐えられるけれども、それが長期的に続くと自分のストレスになるわけなんですよね。で、薬学生の方からすると、業務が効率化されてるかなんてどういうところを見ればいいのって思うじゃないですか。これ僕の提案が2つあるんですけど、まず1つ目は薬歴のシステムですね。皆さん店舗見学行った時とかに見てほしいんですけど、薬歴を見ると画面の切り替わりとかってあるじゃないですか。速度が遅かったりするとイライラが溜まるんですよね。調剤監査終わってるのにインターネット回線が遅すぎて患者さん待たせちゃうみたいなこととかもあったりするんで、そういう会社はね、そもそもその業務の効率が図られてないなっていうのが僕の中にあるんですよね。最近だと読み込みが早くて UI が見やすいようなクラウド型の薬歴システムを導入している薬局とかもあったりするんで、このようなね、名前の薬歴システムを見たときはですね、ちょっと進んでる会社だなと思っていただければいいんじゃないかなと思います。あともう一つは決済方法ですね。大手の会社さんだと対応してるとは思うんですけど、中小企業さんだともしかしたら現金とクレジットカードしか払えないとかあったりするんで、この決済方法が多いっていうのは、僕からすると売り上げを上げる気があるなというかしっかり経営戦略やってるなって、当たり前かなとは思うんですけれども、そういうね、視点になるので、この決済方法を見ていただくのはね、一つの手なんじゃないかなと思います。ということで、最後ですね、職場の優先順位、8つ目が業務の効率が図られているかどうか確認するということでした。はい。皆さん、本日もここまで見てくれてありがとうございます。最後にですね、この就活だけはやらないでほしいっていうのが僕の中で一つあるんで、それをお伝えします。それは、この友達がいるから、先輩がいるから、この会社に入ろうっていうのは、絶対にやめた方がいいと思います。そのような感じで、楽に就職活動をしてしまうと、起こる悪いことが3点ありますね。まず1つ目、その友人とか、その先輩に関しては、同じ会社に所属してはいるけれども、店舗で会うことはほとんどないと思います。大体新卒薬剤師さんってランダムで店舗がね、振り分けられたりするんで、そこで仲いい方々と一緒になる確率はだいぶ低いわけなんですよ。で、2つ目ですね。楽して就職活動をしちゃうと、自分がその就職先で失敗した時に他人のせいにしてしまったりするんですよ。どういうことかというと、あの子に誘われて入った会社なんだから失敗したのは自分をこの会社に誘ったあいつのせいだよねってなったりして、自分の失敗から逃げちゃうこととかもあるんですよね。自分が全力で就職活動して選んだ就職先で失敗したら後悔が少ないんですよ。あんだけ就職活動をやったんだから、これは失敗しても仕方ないよねみたいな感じになって、そこから失敗に対して改善策を講じることができるんですよ。他人のせいにするよりは自分の成長っていうのが得られるんじゃないかなと思います。そして3つ目が転職のしやすさが変わってくると思います。
思います。自分が一番最初に入った会社を退職します、転職しますってなった時に、やっぱりこう学生時代に就職活動を一生懸命やってた方が転職活動がスムーズになるわけですよ。ある程度転職のね、流れとかって就活とあんまり変わらなかったりするんで、未来の自分を見据えた上でもこの就活っていうのをちゃんとやっておくってことは大事なんじゃないかなと思います。この間僕友達と会ったんですけど、全部で5人ぐらいいたんですが、薬学部の方々、その5人全員最初の勤めた会社にはもういなかったんですよ。まあこんな感じでですね、転職するのが当たり前の時代になっている中で、その転職の練習ではないですけれども、就職活動をね、一生懸命やっておくってことは、それにおいても大事なことなんじゃないかなと思います。今回の動画はですね、職場の優先順位に関する動画作らせていただきました。いかがだったでしょうか？この動画を通してですね、少しでも皆様の就職活動における知識となれば僕は嬉しいです。最後に宣伝にはなるんですけれども、僕はフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社、株式会社 T カーフ運営しております。薬局経営者様、薬剤師様、興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の方にリンク貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。